まさかライゼンプロダクションが直属の養成所を始めるとはね。そういえば養成所ってまだ双葉、太陽、カズの3人しか入所を決めてないんだよね。シオンとミオは保留中で、クックは今生まれた国に帰ってるんでしょ。ところで昨夜レイって。失礼いたします、レイ様。先ほどライゼンプロダクションの稲本社長から連絡がありました。いかがいたしましょう。また返事は保留の旨お伝えしておきますか。私の話聞いておりますか。いつまで引きこもってダミンを貪り続けているつもりなんだか。無礼者、この私の健やかなる眠りを妨げておきながら、なんという物言い。失礼いたしました。まさか聞こえているとは思わず、心にもないことを。見えすぎた嘘をつくな。それが1年屋敷を留守にしていたキスミ家次期当主に対する正しき態度だと思っているのか。オーディションに落ちて逃げ帰ってきた時は多少気の毒にも思いましたが、そこから数ヶ月も引きこもって自己憐憫にふけり続けている20歳成人男性に対しては適切な態度かと。私は自己憐憫になどふけってはおらぬ。断じて引きこもりなどでは。しかしあらゆる社交の場への出席を辞退し、日がな一日部屋から一歩も出ず、天津さえ7割方ベッドの上でうだうだ過ごしていらっしゃる。そういうのを世間では引きこもりと言うんです。だが次期当主としての仕事は問題なくこなしておろう。すでにいくつもの事業でこれまでにない成績を収めている。確かにレイ様の推し進める新規事業により、キスミ家の率いるいくつかの企業において軒並み株価が上昇いたしました。それに見ろ、私の変わらぬ美貌を。どんな時でも美への追求を忘れたことはない。私は今の私にふさわしい道を模索し進んでいるのだ。部屋から一歩も出ずに大したものでございます。そうだ、クリスマスマーケットにはアグリたちと共にちゃんと行ったではないか。あの時だけでございましたね。レイ様が外出されたのは、しかも昨夜様から誘われなければ参加したかどうかも怪しかった。別にチャラ男に誘われたかどうかなど。ああ、テーブルのスマホに昨夜様からのメッセージが。チャラ男からのメッセージはない。森谷貴様、たばかったな。申し訳ございません。見間違えたようです。己バカにしよって。お前に私の気持ちの何がわかる。わかりません。守谷には守谷の領分がございます。だったらレイ様にもレイ様の領分がございます。私の領分。レイ様自身が己の領分をこの程度だと思っているのなら、どうぞ好きになさればいい。しかし守谷はレイ様が何と言おうと断じてそれがレイ様にふさわしい道などとは思いません。どうかお忘れなきよう。身びいきが過ぎるのではないか。当たり前でしょう。生まれた時からおそばにいるのですから。恥ずかしいやつめ。なんとでも。それよりもレイ様、この先一体どうするおつもりなんです？うん、ありがとう。こっちはまだ暑くないよ。今事務所近くのカフェのテラス席にいるんだけど、過ごしやすくてちょうどいい気温だよ。こっち今日もすごく暑い。汗ダクダク。これが梅雨ダク？牛丼梅雨ダク食べると汗ダクダクだから。違うよ。汗をたくさんかいた時は汗だくだね。あと牛丼のつゆだくを食べたら汗だくになるかどうかは人それぞれだね。わかった。
さすがクック。飲み込みが早いね。クック、飲み込みいい。はい、開けちゃって、開けちゃって。グイグイ、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 グイグイ。すごい。よく知ってるね。それは飲み込みじゃなくて、一気飲みの方だと思うけど。ところで誰に教わったの？昨夜、夜が楽しくなる掛け声、言ってた。そっか。でもクックにはまだちょっと早いかな。クックがそういう飲み会に顔を出すようになるって考えただけで、俺クックは絶対飲み会禁止。あ、クック、飲み会禁止？一生禁止。あ、よくわからないだけど、なごむ言うならば、クック、飲み会禁止。ありがと何怖いこと言い聞かせてんの？う。うわ、一星さん、いつからそこに？なごむくんがクックンを洗脳しているあたりから。洗脳なんてそんな、人聞きが悪いな。君間違いなくカズくんのお兄さんやな。あ、一星いる？久しぶりクックン。一星ここにおりますよ。一星久しぶり。元気？元気。クックンも相変わらず元気ええな。ばあ、クック元気もりもり。そっか。たまには俺にも電話してな。ほな。邪魔してごめんな。そんな全然。じゃあクック、今日は電話ありがとう。今度は俺からかけるね。ばあ、クック待ってる。じゃあね、なごむ。あー、ちょっと待って。あのね、クック。なごむ。やっぱり大丈夫。いつも引き止めてごめんね。それじゃあまたね。パニャニャン、クック。なごむもパニャニャン。またね。なるほど。そんな感じでいつも聞かれへんのか。ライゼンプロダクションの養成所に入るかどうか。俺はいずれ一緒の事務所に所属できたらすごく嬉しいけど。まあ今事務所がこんな状態やし、下手に誘われへんよな。もし何かあった時のこと考えたら。大丈夫だとは思うんだけど、最近は稲本さんにもなかなか会えてないし。それな、いろいろ手打ってくれてるとは思うんやけど、そもそもなんでこない事務所が追い込まれたのかすら俺たちには知らされてへんしな。週刊誌に書かれてたお家騒動って本当なのかな？さあ、もういっそのことこっちで独自調査でもしてまうかな。独自調査？それってどうやって？あれレオンちゃう？え？ああ、あの通りの向こうの。よく見つけたね。おーいレオン！レオン！あれ、気づかへんな。レオンも事務所に行くのかな？多分。なんか。レオン、様子おかしない？え？追いかけるわ。ちょっと！うるさい。俺が何をしようと俺の勝手だ。これ以上お前の指図は受けない。レオン、誰と話してるんだろう？だからなんだ。こっちだってこんなことで人生を棒に触れるか。遺跡？そうだな。まあ必要ならその時は。ワンツースリー、ワンツースリー。はい、じゃあ今日はここまで。みんなちゃんと柔軟してアフターケアもしっかりね。はい。大丈夫？太陽。ああ、うん。おう。
なんか嬉しくて。またみんなでこんな風にレッスンできると思ってなかったからさ。太陽。あ、今日は俺たち練習生のレッスンに付き合ってくれてありがとね。みんな仕事の後だったんでしょ？そうですよね。皆さんお疲れじゃありませんか？平気平気。今日の仕事は午前中だけだったから、レッスン参加するまでは休めてたしね。せっかく双葉たちと踊れるチャンスを僕が逃すはずないでしょ。だな。それに今日は無口も一緒だしな。ああ、今日もか。はいどうも今日も京都で養成所の見学に来ている木下美代です。そうそうこれこれ、こうやってみんなでレッスンするのたまらないよね。なんだろう、やっぱ一年一緒にいただけあってあまりに息が合いすぎているというか、もはやまとう空気が正常化するっていうか、とにかくもう最高。みおくん、口に出てしもてるって一星なら言うだろうね。ったく無口は相変わらずだな。ところで太陽さん、気づきました？クラン部の皆さん、あんなにレッスンしてても息も切れてないですよ。これが現役アイドルの実力。だねだね。俺たちも見習わないと。ところで一星とレオンはともかく、なごむ兄さんはどうしたんだろう。みんなと一緒に午前中に仕事を終えたんだよね。うん、そのはずなんだけど。お、いっせなごむ、やっと来たか。兄さんどうしたの？仕事は午前中で。あ、またクックと通話してたの？なごむ兄さん？ああ、うん、そうなんだ。どうしたのなごむ？なんかあった？なんもあらへん。なごむくん、一緒に着替えてこよう。あ、うん。どうしよう。みんなに相談する。相談って。言えるわけないやん。レオンが他の事務所に移籍しようとしてるかもしれへんなんて。星空に一番近いあの場所へ、そういつかは君に